どうも、ショウです。ということで、今回はこちら、遊戯王初期 EX 開封していきたいと思います。こちらの EX デッキはですね、1999年の12月に発売したデッキでございまして、初期ボリュームシリーズでいうと、ボリューム6の後に発売されたボックスということで、ボリューム4とかの高レアリティでいうと、デーモンの召喚のウルトラレアが収録されてますけど、なかなかウルトラレア当てるっていうのは難しい時代だったと思うんで、こういったデッキの方でノーマルのレアリティになってね、いろいろと収録され直して封入されているというね、ボックスになります。これご存知の方多いと思うんですけども、ブラックマジシャンとかブルーアイズの絵違いのウルトラレアが収録されているボックスということで、初期へのねブルーアイズとかボリューム1のブラックマジシャンの初期へのねウルトラレアとか当てるっていうのはね、かなり難しかったと思うんで、どちらかというとこのデッキに収録されているブラックマジシャンとかブルーアイズ、子供の頃にねよく見かけてたんじゃないかなと思います。そしてこちら、皆さんご存知復刻版がね最近出ました。こちらが初期 EX デッキの復刻版です。こうやって見比べてみると、この復刻版の方はこのシュリンクにコナミのね柄が入ってるので、再シュリンクできませんよっていう形で最近のシュリンク方法に変わってます。このねオリジナルの方と見ると結構日焼けがしてるんで、なかなかこう年代物感がありますよね。そして今回開封するこちらのね初期 EX はですね、一応2種類あって、今回はですねこのスタジオダイス版のボックスを開けていきます。でこれ初版の普通の高橋和樹表記の EX デッキもあるんですけど、多分ですけどこのスタジオダイス版の方が多いようなイメージはありますね。自分この未開封ボックス3ボックス持ってて、そのうちの1つを今回開けるんですけど、それ全部スタジオダイス版なので、高橋和樹表記の EX デッキの方もちょっと開封したいなと思っているので、入手する機会があればね、またそちらの方も開封していきたいなと思います。この復刻版と比べると表の絵柄っていうのは変わらないんですけど、こっちのオリジナルの方を見るとね、このメーカー希望小売価格が2000円っていうね、当時の2000円は高いと思うんだけど、今これ2000円じゃとても買えないですからね。今だいたい相場で最低でも5万円からっていう感じかな。2、3年前だと2万円前後とか買えたんですけど、なんか急にぐんと価格が上がっちゃいましたね。で対象年齢が12歳以上で、遊戯デッキと会話デッキの中身がね書いてあると。でこの復刻版見てみると、まずこのメーカー小売希望価格っていうのがなくなってるのと、対象年齢が3歳引き下げられたっていうね。あと細かいところ、バーコードのとこだったりとか、デュエルモンスターズ EX 復刻版って書いてあるのと、こっちはね普通に復刻版とは書いてなかったりとか、若干の違いは裏面はねあるんですけど、その他は結構忠実に再現してますよと。多分ねこの懐かしいカードがたくさん出てくると思うんですが、ぜひその辺も皆さん楽しんでいただけたらなと思います。それでは早速いってみよう。ショウコレチャンネル。ボリュームシリーズでも確認したんですが、再シュリンク品の見分け方、こちらも同じです。側面見るとですね、こんな感じでバリがついてるんで、ちゃんとパリパリした音になってるかね確認してみてください。ものすごいね硬いです。もう完全にこう年代物のパリッとしたこのシュリンクになってますね。なので側面見てこのバリがね4つあるかっていうのを確認していただければ、本物かどうか見分けられると思います。じゃあ早速失礼いたします。これねやっぱり開封したボックスっていうのも結構やっぱ綺麗に残したいんでね。おっとっとっと、危ない危ない危ない。これ皆さん気をつけてくださいね。さあ一瞬にしてすっごいバリバリ聞こえます？これはやばいな。さあ開封しちゃいました。こんな感じ。もうシュリンクも結構黄色いし変色してるし、もう乾燥してバリバリですね。さあこちらが生まれたての初期 EX でございます。さあ開けるとスポンジが見えてきました。いやこれ当時としてはこうなんか優しい設計ですよね。さあスポンジをめくると、おっと公式ルールブック第3番。これめくるとねカードありそうだな。ちょっと閉じておきましょう。当時これを見て皆さんふむふむとやってたわけですね。スカルライダーがありますね。
さあそしてめくると出てきますよ、メインのカードたちが。さあいきますか。うおー、これは熱すぎるなこれ。ちょっと待てよ、これスリーブに2枚入ってるんですね。1つのスリーブに2枚入ってますね。で、スタジオダイスのボックスなので、当然ここが、スタジオダイス表記になってるということですね。もうだいぶこれね、シワシワですね、スリーブがね。じゃあ皆さんこれ状態確認していきましょう。基本的にこのボックスの状態が良ければカードの状態もいいので、これさ、ちょっと待って、これめちゃくちゃ備品かもしれない。1枚ずつ出すといっちゃう可能性あるんで、肉眼で今見てますけども、当時さ、こんなカードさデッキに入れてる人いなかったからさ、ボロボロでしたよね。これみんな持ってても開けたての状態ってこんな綺麗なんですね。これ個人的な感触なんですけど、スタジオダイス版の方が高橋和樹表記の初版よりもね、状態がいいことが多いんですね。というのもこの紙質がちょっと違うので、スタジオダイス版の方がよりこう枠切らが少ない紙質ですし、若干ちょっと傷の状態もね、いいものが多いイメージがありますね。おそらく印刷機械の変更だったりとか、性能が向上したりとか、そういうことがあるんだと思うんですけど、それにしても結構綺麗ですね。さあ裏面、おお、ツヤツヤじゃないか。みんなこれ画面でも見えるよね。これはやばいな。メインのこのブルーアイズとブラックマジシャンも期待大ですね。これ上の方の裏面なんだけど、ちょっとここになんかネーム跡みたいなのがあるけど、白掛けもないですからね。うわー、いいですね。はい、今ねスリーブ入れてきましたけど、やべえぐらいの備品でした。完備品クラスです。ショーコレチャンネル。さあでは皆さんメインの方行きましょうか。ドカーンとやばいっすね。これ上がるね。皆さんこれ子供の頃よく見たカードなんじゃないでしょうか。僕もね初期 A のブラックマジシャンずっと欲しかったんですけど、なかなか入手できる機会なくて、もうこのブラックマジシャン入れてましたね。で、スタジオダイス表記になってると。遊戯デッキの方から見ていきますかね。でもこれさ、指入れるとこないからさ、大変だね。これどうやって取りやすいのっていう。こうが多分一番傷つかないでしょうね。よいしょ。お、一番下にこれデュエルフィールドというか、親切に2つ入ってる。デッキが2つあるから、これ1個買えば、友達と遊戯デッキか会話デッキで遊べると。非常に親切ですね。これ見てみるな。側面やばすぎでしょ。令和の時代にこの側面やばすぎでしょ。綺麗すぎる。開けていきましょう。これ帯がついてるんで、帯外しましょう。これちょっと待って、帯外す時にいっちゃう可能性あるんで、ちょっと後ろからちょっと失礼させていただいて。なんだこの白いカードは。あれかな、エクストラの方のあれかな。さあ慎重に取れましたと。はい、ブラックマジシャンの初期 EX でございます。ツヤツヤでございますね。めちゃくちゃに綺麗です。肉眼でもね、枠切らなし、傷もなさそうですね。そして裏面ですね。やんべえほど綺麗です。皆さんこれ見えますか？この傷のなさ、白掛けも傷も見当たらないですね、私の目では。いやー、いいですね。そしてホーリーエルフ、いいですね。今遊戯王のアニメのね、デュエルモンスターズを1話から見直してるんですけど、偽物の会話と戦う時にですね、ホーリーエルフ活躍しましたね。そしてグレムリンと、こいつもそこそこ出てますよね。おー、いいっすね。砦を守る翼竜出まくってるな。アニメで火球のつぶてね。うわー、いいな。懐かしいな。これ2頭身ぐらいしかないけど、なんかかっこいいですよね。状態も抜群です。後でねスリーブ入れましょう。おっと、デーモンの召喚出ました。さあここで、みんなねデーモンの召喚気軽にデッキに入れるようになったということですね。ルイーズいたな。おお、暗黒騎士ガイアもうこれ1話ぐらいからずっとね活躍してますね。今僕12話ぐらいなんですけどまだ。さあ次がカース・オブ・ドラゴン。お、いいね。この暗黒騎士ガイアの次のカース・オブ・ドラゴンっていうかまたいいですね。これ融合させて竜騎士ガイアでね、アニメにも登場しますから。エルフの剣士かっこいいですね。グレート・ホワイト、意外と強い。星4、攻撃1600。さあシルバーホング、後ろの方にある満月ありますけど、アニメの方でもこれ魔法カードでシルバーホングを凶暴化させるというね装備を使って戦ってますね。ドラゴンゾンビ、そして
あ、ロマね。これボリュームシリーズでも確か入ってる。ボリューム4にあったかな、確か。おお、アサシンね。これジレアのカードですね、ボリュームシリーズだと。ノーマルであるんだ。魔人デスサタン、キラーザクロー、バーサーカー、闇の破神剣、魔法カードですね、ゾーンが。秘術の書。これね、ホーリーエルフにつけて攻撃力をアップさせて、ホーリーエルフの攻撃力をブルーアイズに分け与えるというね、名シーンですね。そしてブラックホール、全てを打ち消す最強の魔法カード。お、ビアンケとここであったのか。これなんか当時2000ライフスタートだったのかな。だとしたらこの1000ポイント回復っていうのはめちゃくちゃ強いですね。そしてエンシェントエルフ、かわいい魔法使いですね。マジカルゴースト、地割れ。おお、これ初期ボリューム1か2に入ってる魔法カードですね。スーパーレアで落とし穴、これもレアリティ高かったからな、一気にこう使いやすくなったね。そして挟み撃ち、懐かしいな。これ誰も使わなかったね、このカードデッキに。自分のモンスター2体と相手のモンスター1体と挟み撃ちを破壊する、めちゃくちゃ損じゃんみたいなね。魔法除去。さあ出ました、死者蘇生。これ強かったな、もう当時みんなできてたな、これな。援軍、おー、いいね。これ結構地味に好きなんだよな、このカード。心変わり、バクラ君のカードですね。これもみんなでっきりした。厳格なロー魔術師。厳格なロー魔術師の表示が表になつき、フィールド上のカードを全て表にし元に戻す。あ、なるほどね。トラップカードとか伏せてある守備モンスターを見れると悪くないですね。意外と結構好きかも。幻影の壁を攻撃したモンスターは持ち主の手札に戻る。ダメージの計算を適用する。これ普通に強いな。守備力も高いし。魔法剣士ネオ、かっこいいですね。邪剣男爵、人食い宝石箱、デスソーサーだ。なんかイラストがいいな、これ。ダークソウルに出てきそう。そして最後が遺言状。あ、もう一枚ありました。おお、和睦の使者、懐かしい。これみんなデッキでしたな、当時。こちらさっき後ろ側取った時出てきた、多分エクストラデッキ用のカードだと思います。トラップマスター、出たドラゴン族封印の壺。ドラゴン族モンスターはこれがフィールド上にある限り守備表示になり攻撃できないと。これなんかペガサスが使ってなんか遊戯のドラゴン族モンスター封印してた記憶がありますね。闇、急なフィールド魔法。お、人食い虫ね。強かったなこいつマジで。みんなデッキにしてた。天の弱の呪い、罠外し。これはもう弱かったな。表になってる罠カードを破壊するってめちゃめちゃ限定的すぎでしょ。そして魔法除去と。魔法除去2枚、合計これ3枚あるかな。そして城壁と。で最後は血の大将。これはめちゃくちゃ強いですよね。1体につき500ライフポイントを支払うことで通常の召喚とは別にモンスターを召喚できる。ちっちゃい頃この効果あまり理解してなくて誰もデッキ入れてなかったですね。大人になってからこのカードの強さを知るっていうね、多分みんなもねそういう経験あると思う。はい、こちらが遊戯デッキでございました。ショーコレチャンネル。はい、そして最後ブルーアイズデッキの方行きましょう。もうこれもめちゃくちゃ状態がいいんでね、こんな感じでもう側面も真っ白でございます。こちらもじゃあ後ろからエクストラデッキ抜きました。さあメインのカードです。ブルーアイズホワイトドラゴン、どうでしょう状態。肉眼で見る限りめちゃくちゃ美品です。傷ないですね。裏面さあどうでしょう。いやー綺麗だな。これねブラックマジシャンより綺麗かもしれない。いいね。やっぱスタジオダイスの方が状態いいな。ボリュームシリーズもスタジオダイスのカード持ってますけど紙質が違うね。なので個人的にはねスタジオダイスの状態のいいカードよりも高橋和樹表記の初版の状態いいものの方が希少だと思います。なんで次回これ高橋和樹表記のボックス開けた時に状態がどんな感じかっていうのをね皆さんにお見せできると思うんでね、是非お楽しみにしてください。サイクロプス、よくこれ会話使ってたね。めっちゃ出てきてる。ガーゴイル、なんかこの悪そうなモンスターがいっぱいだな。邪悪なるワームビースト、なかなかきしょいですねこいつね。お、ミノタウルス、
お、デビルドラゴン。ペガサスがテレビの中に出てきて闇のゲームだっつって遊戯がデビルドラゴン出してさっきのドラゴン族封印の壺でなんか封印されてたような、なんかそんな記憶があります。ってことはこれ遊戯使ってたカードだよな。記憶違いだったらすいません。お、来ました。ジャッジマン。みんな持ってたね、このカード。もう腐るほどこれみんな持ってたでしょう。誰もこれデッキで使わないっていうね。結局デーモンの召喚があるからわざわざジャッジマンを出す必要がないと。状態はねめちゃくちゃいいですよ。ご覧の通りいいですね。これも嬉しいですね。そしてホーリードール。さっきのアサシンの枠みたいな、これもボリュームシリーズジレアのねカードです。魔物狩人。これ確かボリューム4だったと思います。そしてワイルドラプター。お、逆転の女神。ここであるのか。高橋和樹さんサイン付きの逆転の女神もありますけど、これをモチーフにしたカードだと思うんですけど、この時に一番最初出てきたのかな。さあ、ケンタウロス、魔人テラ、暗黒魔人ナイトメア、闇の暗殺者。これもボリューム4じゃなかった。マスターアンエキスパート、悪の無名戦士、バーサーカー。こいつも出てたな。闇エネルギー、覚醒。お、ここにもブラックホールなんですね。昼夜の大菓子。800ポイントのダメージを与える。強いな。ガーゴイルパワード、復讐のソードストーカー。まあぼちぼち強いな。ランプの魔星ラジーン。懐かしすぎる。これデッキ入れてたな。星4の攻撃力1900ぐらいがほぼほぼマックスだったんですけど、まだねそんなに1900とかモンスターない時は生贄なしで召喚できるんですが、このランプの魔星ラジーンがね、強くてですね、めちゃくちゃデッキ入れてたな。これ思い出のカードですね。ルードガイザー。これもジレアのカードだね、ボリュームシリーズで。破壊のゴーレム。これもボリューム4だ。スカイハンター、ドラゴンヒューマン、テイルビースト。お、こっちにも10割あるんですね。脅しやな。まあでも確かにこの辺は公平にしとかないと喧嘩になりますからね。いや俺は会話の方がいいみたいな、ある程度同じ感じにしとかないとね。魔法トラップは。お、未熟な密偵。相手の人が1枚して見ることができる。めちゃくちゃいらないなこれ。援軍、古代の透明ガル。相手のデッキカード上から5枚まで見ることができる。その後カードを元通りにする。これもいらないな。お、自業自得。このイラストなんかすごい記憶にありますね。食べ過ぎるとこんな太っちゃうんだっていうのをなんか幼い頃になんか思った記憶があります。はい、最後エクストラデッキです。謎の傀儡師トラップマスター。これさっきと同じ。草原。おお、羽羽ね。羽羽の表示が表になった時、フィールド上のモンスター1体を持ちの手札に戻すと。後にペンギンソルジャーっていう2体戻すカードが出てくるんですけど、それは強かったですね。みんなデッキ入れてた。天の弱の呪い、罠外し、魔法除去。これ多分2枚かな。2枚と城壁と血の大将ということです。ショーコレチャンネル。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。初期 EX デッキ開封したらめちゃくちゃ懐かしいカードたちが出てきましたね。もう状態も本当に素晴らしくて、イラストも懐かしいし、開けててねめちゃくちゃ楽しかったですね。なのでこの高橋和樹の初版の方もですね、今後入手して開けてですね、今回のこのスタジオダイス版と比べて状態はどうなのかっていうところをねちょっと見比べたいなと思いますので、ますますねこれを開封して初版の方もちょっと開けたくなっちゃいましたね。はい、ということでこのチャンネルはですね、昔懐かしのボックスだったりおすすめのカードショップご紹介してますので、この動画楽しかったな、懐かしかったなという方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ぜひねお友達とかにも動画を共有していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。はい、ということでおまけ動画です。今回ね初期 EX デッキ開封してこちらファイリングをさせていただきました。結構綺麗に並べたんでね見ていきましょう。これをめくると出てきます。ドドン。どうでしょう。美しい並べ方でしょう。この2枚の表紙は復刻版の方の箱を切って入れさせてもらいました。このカラーローダーとジャストサイズだったんですよね。写真載せておきますけど、これ横が 12.2 センチだったので 6.1 センチずつに
切って上と下は折り線に沿って切ってね、ちょうどよくローダーにはまりました。これ開封した元々の箱でも同じように作ろうか迷ったんですけど、切ってしまうともう未開封の箱には戻すことができないので、後悔を避けるために復刻版の方で今回作りました。失敗してもね、全然安い値段で復刻版買えるんで、おすすめかなと思います。自分で開けた方をね入れたいっていう方は、後からでもね、この開封した箱を残しておけばいつでも開封した方にね差し替えることができるんで、ぜひファイリングしてる方は簡単にできるのでね、真似してみてください。で、このファイリングの仕方よく質問が来るんで、ちょっと今回紹介しますけども、まず使ってるカラーローダーがね、こちらになります。もうどこにでも売ってるやつです。内寸が 89mm と 63mm のやつですね。で、それに合わせたスリーブ、これちょっとネットとかで調べれば出ると思うんですけど、この内寸に合うサイズのスリーブ使ってます。そしてこちらの使ってるファイルなんですけども、このバンダイのですねポケットがこんな感じでゆとりがあって入るんで、ヤノマンさんが結構確か有名なファイルだったと思うんですけど、それだとね窮屈で入らないんで、このカラーローダーで保管したい方はね、バンダイの9ポケットすごくサイズがいいかなと思います。でね、この並べ方もちょっとこだわりがあって、最初は54に並んでたんですけど、遊戯がねよく使ってるカードを表に出した方がやっぱテンション上がるということで、この確か3枚は1話から出てたような気しますね。で、そっからガイア、カース・オブ・ドラゴン活躍し、シルバーフォームもよく出てきますよね。そしてエルフの剣士、ホーリーエルフ、岩石の巨兵、グレムリンという形でね、アニメの方でも最初の方に登場するモンスターたちでちょっと揃えてみました。死者蘇生強いですね。そして結構好きな秘術の書と最強カード心変わりで、トラップが8枚と。そしてこちらが海馬のデッキですね。ここはねもう50音順に並べました。アニメとかだとこのサイクロプスは結構出てくるカードだね。ミノタウルスも確か出てましたね、アニメの方で。魔法カードが同じような感じで、ここはちょっと余っちゃうんで魔法7枚とトラップ7枚と、こんな感じで綺麗にねファイルすることができました。ということで、またぜひ次回の動画を見てください。バイバイ。